はい、皆さんこんにちは。アミティ先生です。今日は iPad とマウスの使い方について紹介していきます。で、1個前の動画で iPad とトラックパッドの使い方について解説したんですけど、今日はマウスですね。このマジックマウスを使っていきます。で、いろんなアプリを使ってこのマジックマウスがどう動くのかっていうのを実験してみたので、今日はそれをお見せするんですけど、このマウスだったり、あとトラックパッドが動くのは、iPadOS 13.4 っていう一番新しいバージョンにアップデートしたら使えるようになります。で、最近新しく出た iPad Pro だけじゃなくって、例えば iPad Air とか iPad 無印とかでもこの 13.4 にアップデートするとマジックマウスとかこのトラックパッドが使えるようになります。なのでこういうの使ってみたいっていう人はぜひアップデートをしてみてください。はい、ということでやっていきましょう。はい、じゃあまず接続方法からです。設定画面開いて Bluetooth のところから進んでいくんですけど、このマウスの電源ボタンをオンにすると、この Bluetooth の下のところにですね、マジックマウスっていう、もしくはマウスの名前が表示されるので、これをタッチします。で、そうすると上の項目に移動するんですけど、これで接続完了です。そうすると、こんな風にポインターが出てきます。で、マウスの設定なんですけど、下の方に一般項目があるので、その中の下の方、トラックパッドとマウスっていう項目があります。で、ここをタッチすると細かい設定ができるんですけど、例えば一番上ですね、ここスピード、マウスのスピードです。左側に持っていくと、カメさんの方に持っていくと、めちゃくちゃ遅くなります。こんな感じで。で、右側のうさぎさんの方に持っていくと、マウスのスピードがすごい速くなるので、ビュンビュン動かすことができます。で、その下、ナチュラルなスクロールっていうのは、スクロールの向きなんですけど、例えばこれオフの状態でサファリとかを開いて、一本指でですね、スクロールします。マウスを一本指でスクロールすると、指を下に動かすと画面も一緒に下についてきてますね。これがオフの状態。で、逆にこのナチュラルなスクロールオンにして、サファリの方に戻ります。で、一本指で上から下にスクロールすると、画面はですね、逆に上に登っていきます。これがスクロールの方向ですね。これはまあ、お好みでやってもらえればいいので、自分が合う方というか好きな方にしてください。私はオフにしてます。で、その下のタップでクリックと、あと2本指で副ボタンのクリックっていうのはトラックパッドの設定なので、これはマウスの設定ではないです。ここは無視してもらって大丈夫です。で、その下にですね、このマウスの副ボタンのクリックの設定項目があるので、ここを選択してください。で、これは右クリックがどうやって作動するかっていうところの項目なんですけど、私は右のところにチェックを入れていて、例えばこうアプリの上で右クリックを押すと、サブメニューみたいなのが出てくるんですね。こういうのですね。で、これアプリだけじゃなくって、サファリとかでも、例えば何かボタンがあって、そこを右クリックしたらこういうメニュー項目みたいなのが出てきて、そこでまたクリックできるっていう項目なんですけど、これのオンにするかオフにするかっていうのがさっきの副ボタンのクリックの設定項目になります。で、次、ホーム画面上での操作なんですけど、指1本指でマウスの上をですね、こう左とか右にスワイプするとページがめくれていきます。で、一番初めのホーム画面のところでさらに左にスワイプするとこういうウィジェットと呼ばれるものが現れますね。ここでクイックショートカットだったりとか、あとバッテリーの確認とかをすることができます。で、次、ドックですね。ドックは下に並んだアイコンのことなんですけど、例えば何かアプリを開いた状態で下の隅にですね、シュッてマウスカーソル持っていくとドックが現れます。例えばこの状態で違うアプリを選択するとクイックに違うアプリに飛ぶことができますね。で、このドックなんですけど、こうやって表示させた状態でさらに下にギュッて引っ張っていくとホーム画面に戻っていきます。もう一回いきます。ドック表示させてギュッと下に押し込む感じです。で、これが嫌な人はですね、もう一個やり方があって、この下のホームバーと呼ばれる線があるんですけど、ここをクリックしてください。そうするとホーム画面に戻っていきます。こっちの方がスマートというか動きは少ないのでいいかもしれないですね。で、このホームバーなんですけど、ここ長押ししながら下から上にギュッて引っ張ると、こんな感じのアプリ一覧の画面になります。なので今開いてるアプリがこう並んで違うアプリにこうクイックでアクセスすることもできます。で、このアプリ一覧画面でもし消したいアプリがあるのであれば、2本指で、上からシュッとスライドしてください。そうすると消えていきます。
はい。で、次、検索バーの表示です。検索バーは1本指で下から上にシュッてやると、こんな感じで上に出てくるので、ここで検索ワードを打ち込んでいきます。で、通知センターっていうのがあって、通知センターは上のヘリにですね、ギュッとマウスカーソルを持っていくと、こんな感じで上から、カーテンのようにですね、通知センターが出てきます。で、もう一個やり方があって、左のここの時計のところですね、時計の表示を選択すると、同じように通知センターが出てきます。で、同じように右上にバッテリーの表示があるんですけど、ここを選択するとコントロールパネルが出てきます。で、このコントロールパネルで Wi-Fi のオンオフだったりとか、画面の明るさを調整したりするんですけど、この Wi-Fi ボタンのところをですね、ぐっと長押ししてみてください。で、そうするともう少しね、詳細画面みたいなのが出てくるんですよ。で、さらにこの Wi-Fi のところを長押しすると、他の Wi-Fi ネットワークを選んだりすることもできるし、例えばこの Bluetooth のところを長押しすると、他の Bluetooth の接続状況を見れたりすることもできます。これすごい便利なので、ここはぜひ覚えておいてください。はい。で、次、スプリットビュー行きましょう。スプリットビューはドックから違うアプリを選択して、この右側の端っことかに持っていくと、画面分割してくれます。今、左側がサファリというアプリで、右側がビヘンスっていうアプリを開いています。で、こうやって左右をですね、変更したりすることもできます。で、もし違うアプリに変更したかったら、またドックの中からこういう風に被せるようにすると変わるし、あとはこの真ん中の線のところをですね、ぐっと左にやったり右にやったりすると、画面分割の比率を変えることもできます。で、次、スプリットビューのお友達、スライドオーバーです。スライドオーバーは画面の上にアプリをこう乗っけるように表示させる方法のことをスライドオーバーというんですけど、今、App Store のアプリの上にサファリが乗っかってるような感じです。で、下から上に持ち上げてもいいんですけど、右側のヘリですね、ここをギュッと押し込むとスライドオーバーが出てきます。で、またこうやって押し込むと消えていきます。で、今までだったらこうやって指でね、右からシュッてスワイプすると出てきたんですけど、それがマウスでもできるということで、下のですね、このホームバーのところ、ぐっと長押しして上に持っていくと、スライドオーバー上のアプリ一覧が見れます。さっきの全体でアプリ一覧が見れるのとちょっと似てますね。で、下のホームバーのところをですね、長押ししながら左右にぐっとスライドさせると、今スライドオーバーで開いているアプリがこうくる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 回っていきます。これもすごい便利です。ちなみに手でもできますね。手の方がもしかしたら早いかもしれないです。で、次、スプリットビューとスライドオーバーの掛け合わせなんですけど、今これ2つの画面がスプリットビューで開かれている状態で、アプリをですね、何でもいいので長押しして、真ん中の線のところに被せるように持っていってください。で、手を離すと、それがスライドオーバーとして左右どちらかに開かれます。なので、今3つのアプリが開かれている状態です。で、このスプリットビューとスライドオーバーの違いなんですけど、私的にはスプリットビューは何か2つの作業を共同でやりたいときはスプリットビューで、スライドオーバーに関しては何かチラ見したいときですね、カンペみたいな感じで、ちょびっとだけ見たいっていうときにこのスライドオーバーを使ってます。はい。で、次、アプリ上での操作見ていきます。今、サファリを立ち上げてるんですけど、1本指で上からスクロールしていくと、下に流れていくし、これ2本指でもできますね。どっちでも大丈夫です。で、私、このサファリですごいいいなって思ったのが、階層が表示されるっていうことなんですけど、今ちょっとワードプレスを開いています。で、左にタブがあって、この上にマウスカーソルを、かぶせると、この階層がね、見えてくるんですよ。わかります？で、これって今まで iPad だとタッチしたら、その画面に飛んじゃうんですよね、こんな風に。で、この階層のところを触ろうと思ってもうまくね、タッチできなかったりしたんですよ。なんですけど、このマウスだとかぶせて右に行って、そのブレッド、階層の中の項目も選択できるっていうので、結構これがね、なかなかいいなって思いました。これはトラックパッドでもできることなんですけど、今までタッチ操作しかできなかった iPad にとってこれはね、結構ネックだったんですけど、これが解消されたなってすごい思いました。で、例えばですけど、今このワードプレス上で、ブログとかね、書こうと思っても、このマウスとキーボードがあればめちゃくちゃスイスイいきますね。文字のカーソルの部分とか、いちいち画面タッチしなくても大丈夫になったので、文字一文字一文字を選択するのもマウスで簡単にできるようになります。
で、画像とかを配置したい時も、こうやってスライドオーバーで写真アプリとか立ち上げて、このままマウスでドラッグ&ドロップして、ワードプレスの方に投げ込むと勝手に読み込んでくれて、それがワードプレスのブログの記事内に貼り込まれるというね、すごい効率のいいワークフローで仕事ができるなって思いました。最近私ブログね、書いてないんですけど、これがね、もうちょっと前にあったら私はめちゃくちゃゴリゴリブログを書いてたなって思いますね。今はちょっと YouTube ね、集中しちゃってるんで、なかなか記事書かないですけど、またこういうのね、やってみたいなと思ってます。で、このマウスはですね、結構クリエイターさんにすごいおすすめで、例えばですけど、こういうキーノートとかね、あとはアフィニティデザイナーとか、グラフィックデザインとかを作るアプリがあるんですけど、キーノートだと、プレゼンテーションのデザインを作ったりとか、あと細かいバナーとかも作ることができますね。で、こんな感じで画像を配置して、ダブルクリックするとトリミングとかすることもできるので、こういうのね、指でやるの結構めんどくさいんですけど、マウスだとすごいスイスイ直感的にできます。で、あとはテキストですね。テキスト結構キーノートを打ちにくかったんですよね。例えば、テキスト配置して文字をタイピングするじゃないですか。で、このちっちゃいテキストをサイズ大きくしたいときに、このブラシのところからサイズ大きくする項目があるんですけど、これね、指でやると、ポチポチ指で連打しなきゃいけなかったんですよ。なんですけど、マウスだと、このプラスボタンを人差し指で何回もクリックできるってね、もう連打できるじゃないですか、マウスだと。それがすごいいいなって思いました。指だと本当にね、もうイラーってしてたんですけど、めっちゃいいです。これはぜひおすすめです。キーノートを使う人はぜひマウスを使ってみてください。で、このキーノートね、あとは写真のギャラリービューみたいなのを作るのにもすごいいいです。例えば長方形の図形を配置するんですね。で、こういうサイズ変形するのもマウスだとやりやすいですね。で、コピペするときは、コマンド C、コマンド V でキーボードでできます。コマンド C をしてコマンド V で同じものがペーストされているので、横に配列させます。で、キーノートはグリッドの機能があるので、ピチッとね、綺麗に並んでくれるのがすごいいいですね。で、こんな感じで連続させて、一気にサイズ変形かけたいんですけど、このままだと1個しかサイズ変形できないので、キーノートの場合はですね、グループ化する必要があります。選択するとグループっていう項目が出てくるので、これを押すと3つが一気にグループ化として塊になるので、そうすると3つ一気に変形させることができます。で、この状態でまたコピペです。で、下に配置させます。で、6つ並んだらこれオブジェクトを解除します。選択してオブジェクト解除です。で、こういうね、オブジェクトを選択して掴んで長押しして移動させるみたいな動作っていうのはマウスの方が絶対にいいです。トラックパッドだと指だけでやっちゃうのですごいね、指が痛くなってきたりするんですけど、マウスだと手でグッとね、力強く握りしめてる感じがあるので、こういう作業ですね、グラフィック作業をするときはめちゃくちゃマウスの方がいいと思います。で、今何をしてるかっていうと、ファイルアプリをスライドオーバーで立ち上げて、この図形の中に入れ込むものを選択しています。で、画像を選択してグッと長押ししながら、この左のキーノートの枠の中に入れ込みます。で、そうするとこの画像の枠、さっきやった図形の中に入ってきますね。で、サイズ変形もできますし、位置も調整することができます。で、こうやって綺麗に並べると、すごくおしゃれなね、ギャラリービューみたいなのを作ることができます。で、背景の色とかも後から変えれますね。背景黒とかにするとすごいかっこいいギャラリーになります。で、もっと言うとロゴとかを下にちっちゃく入れるとちょっとオフィシャルな感じに見えませんか？はい。こういうのもね、iPad で作ることができるのでぜひやってみてください。で、次ちょっとライトルーム見てみたいんですけど、ライトルームはですね、残念ながらこのマウスのスクロールに対応してなかったですね。これちょっと残念ですね。スクロールしようと思ったら指でタッチしながらスクロールです。でもですね、いいなって思ったのは、このライトルームのスライダーをいじるときですね。ライトルームって機能がすごい多いんで、スライダーのサイズが小さかったりするんですね。で、それを指でやるのって結構めんどくさかったりするんですけど、このマウスだとちっちゃいポインターもキュッて掴んで左右にスライドさせることができるので、これはいいなって思いました。
で、もし部分的に細かい調整をしたいときは、ここで Apple Pencil の出番ですね。ライトルームには部分調整っていう項目があるんですけど、例えば、手前の女の子3人だけの調整をしたい時っていうのはライトルームでこうやってブラシのようにですね上からなぞってこのライトのところで露出とかを上げると手前の人たちだけが綺麗に調整したりすることができます。でこのスライダーをいじるときはマウスですね。この使い分けをすると結構サクサクいくかなと思ったので、ぜひこういうやり方で写真編集だったりとかやってもらえるといいんじゃないかなって思います。で、次、ルマフュージョンいきます。これは私がよく使ってる動画編集のアプリなんですけど、これね、結構期待してたんですけど、ちょっといまいちでしたね、マウスとの相性が。例えば、今、1本指で左右にスライドすると、このタイムラインがこう左右にね、動いたりするんですけど、ズームしようと思っても、こうピンチアウトしてもズームしないし、2本指でもダメでしたね。で、Mac のプレミアプロだと、オプションキーを押しながらマウスをですね、こうカーソルを動かすとズームイン、ズームアウトになるんですけど、そういうキーボードとの組み合わせもちょっとなかったみたいで、もしね、誰かしてたら教えてほしいんですけど、マウスはいまいちで、このルマフュージョンを使うんだったらトラックパッドの方がすごいいいなと思いました。こういうね、クリップを掴んで違うところに持っていくみたいな動作はマウスでもすごいやりやすいですけど、もう一歩かなっていう印象です。で、最後になるんですけど、設定のですね、アクセシビリティっていう項目が、このマウスのもっと細かい詳細の設定ができるところなので、それを紹介します。アクセシビリティのところからポインターコントロールっていうのがあります。これを開くと細かい詳細設定ができるんですけど、例えばこのコントラストを上げるをオンにすると、例えばですね、文字の上にカーソルを持っていくと、下のですね、黒い帯みたいなのが濃くなります。これ普通の状態。で、オンにすると、この下の帯が黒くなったの分かりますかね。この色のコントラストを上げるっていう項目です。で、自動的にポインターを非表示っていうのは、これオンにすると、手を離して放置すると、2秒後にですね、このマウスのポインターが消えるんですよ。なんですけど、私のやつなんでか知らないけど、消えなかったですね。なんでだろう。多分消えるはず。これをオンにしてると、マウスのポインターが自動的に2秒後に消されるっていう表示になるので、ぜひこうマウスポインターがうざいっていう人はこれオンにしておいてください。私はね、こういうチュートリアルするときは、ポインター見せておいた方が分かりやすいので、オフにしてます。で、次、カラーですね。カラーはこのポインターのカラーです。今、ブルーを選択すると、ポインターの周りがブルーになったり、赤になったりします。色付きがいい人はこれを選択してください。下のスライダーはこの枠、色の枠の太さを決めることができます。で、その下、ポインターのサイズです。これはこの黒い丸の大きさですね。大きくするとめっちゃ大きくなるし、小さくすると豆みたいになります。で、その下、ポインターのアニメーションっていうのがあるんですけど、これはですね、例えば、今オフの状態でマウスカーソルをアプリアイコンの上に載せてるんですけど、あんまり反応しないですよね。こうキュッとちょっと大きくなってるんですけど、あんまり大きくなってないと。これオンにして、アプリアイコンの上にマウスカーソルを押すと、こうやってギュッとね、大きくなるんですよ。アイコンが。わかりやすいですよね。こういう、ちょっと大きくなるようなアニメーションをつけたい人は、ここ、ポインターのアニメーションをオンにしておいてください。で、その下、トラックパッドの属性っていうのは、これトラックパッドの設定です。マウスは関係ないのでオフにしておいてください。これ何か知りたい人は、トラックパッドの解説動画に行ってください。で、その下、スクロールの速度っていうのは、マウスの上をですね、1本指でこうスクロールした時のスピードです。これ今一番遅い状態なんですけど、これマックスにするとめちゃくちゃ早く下までスクロールできます。はい、ということで、こんな感じで以上になります。いかがだったでしょうか、皆さん。今回ですね、結構クリエイティブ系のアプリをマウスで使ってみたっていう検証動画になるので、あんまりオフィス系のアプリ使ってないんですけど、ここに紹介してなかった、表計算アプリですね。Excel だったりとか、あと Numbers、そういうのもマウスで使うのにはすごくいいです。セルを複数選択するときとか結構役に立つと思うので、私はあんまりそういうのやらないので今回紹介しなかったんですけど、そういうのやる人はぜひマウスでやってみてください。
はい、ということで、2本続いてトラックパッドとマウスの解説動画でした。結構大変な動画だったんですけど、一生懸命作ってよかったなって思います。この動画が良かったら、ぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。はい、ということで、次回の動画もお楽しみに。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。